道道350号は、ホテル第一滝本間、地獄谷、大井沼を通って、久田良湖に至ります。昭和10年の地図、登別温泉と久田良湖の間には、山道がありました。昭和初期の第一滝本間の絵はがき。飲食店やお土産が並ぶ当時の温泉街。地獄谷で噴煙が上がっている様子。高級旅館、ホテル第一滝本間の外観。体を思いっきり伸ばせる大浴場。神秘的な久田良湖とマンサード屋根の建物。調べたところ、ここに湖畔の貴婦人と呼ばれた中尾留子が住んでいました。かつて愛の青年に乗馬を習った留子は馬に乗って山道を越え温泉街に現れたのでした。留子が住んだ3軒の家は昭和10年の地図でも認められます。6月、孤高の貴婦人中尾留子は生涯生きた久田良湖へ行ってみた。動画じゃちょっとね、この匂いが伝わらないと思うんですけどね。おりゃー、これがすごいね。きついな。おお、見える見える。けどもう木が多いな、ここ。中尾留子は大正から昭和にかけて湖畔に住居を3軒建てた。1軒目はベランダとコテージがある洋館。2軒目が絵はがきのマンサード屋根の2階建て。3軒目はついの住処となった平屋。屋根の衣装がね、なんかいい気がするんですけどね。なんだろう、あ、神社だ。車が1台だけ。上の方ですね。ちょっと開けてて、なんかあったんじゃないかなって。登ってみる。道みたいが見える。ここはね、多分、山道との位置関係から、ここが富子が最初に住んだコテージがある洋館があったと思われます。湖を見渡せていいところだと思いますね。明治42年、留子の夫、節三が久田良湖で姫安養殖事業を始めたが、ほどなくして、札幌農学校の教員として赴任してしまった。しかし、大正2年、留子は子供たちとここにあった洋館に住み始め、自ら姫マス養殖事業を担った。良妻賢母の当時、彼女は洋装で馬に乗り、温泉街に姿を見せ、人々を驚かせた。湖でカヤック等のアクティビティを提供しているレイクキャビン。ここにかつてヒメマスの養殖場があったのでした。来た道を戻って、こちら山側にあった1軒目の方から見て、湖畔の方に留子が住んだ2軒目の家があったと考えられます。静かな湖畔のこの辺りに、あの特徴的な2階建てがあったのだ。
大正10年、雪像はヒメマス出荷の困難から養殖事業をやめてしまった。しかし、留子は札幌に戻らず、旅館建設が盛んな温泉街向けに造剤事業を始める。彼女は乗馬ズボンに革のブーツをまとい、首にバンダナを巻いて、馬上から木こりや馬方を指揮した。あれは船とかなんか出すなんかだと思うんだよね。昭和9年、夫雪像が脳一血で亡くなった後も、留子はここに平屋を建て、生涯住み続けたのです。古いなんか建物を壊してこれを作ったのか。登別温泉から少し足を伸ばすと、源泉に覆われた丸いくったら湖に至ります。静寂の後半から澄んだ湖水を見つめ、大正から昭和にかけてここで暮らした孤高の貴婦人、中尾留子を思い出してみてください。